で、空いてるガードの手で指を伸ばして、おっと引く。じゃあ近づけて。近づける方向は右の口の端。はい。吸鉄反射。ポンパイス。はい。オッケー。はいよ。上げろ。もっと高いして、頭高いして。そこ。はい。いい声出たね。ありがとうございます。ノックアウトとかにすごく関係しちゃうから、みんな必ずよく見て、で、ウィンクして片方、どっちかので、そういったままです。反対。ここが一緒に動くでしょ。これは左側の目を閉じると、おっぱい吸う反射が出ちゃう。で、顎の位置が左右で違うことと、交感神経系がうまくいってないことを表す。OK。で、これを今日は修正をします。で、片側に持ってるのが普通です。はい。で、こういう子、明らかに滑舌がおかしい子は、はい。どっちかやってこういうふうになります。ね。ほら、後ろだよ。そもそもできてない。これで開いてんの？前見てる怖いから前見てる。ほら、これが入ってる。で、こういうふうに両側性で持ってると滑舌そのものがこうやってやられる。OK。で、ビューラー。意識しても出るから、エクボが片方だけすごいでっかい子とかは結構ある。どっちの方がやりづらい？ちょっと左、こっちの方が。こっちの方が出る。必ずしも三叉神経のここに出るとは限らない。エフェの場合はここに出る。この上の神経にちょっと出るかな。悪い。OK、じゃあこれをまず統合しましょうから始めます。はい。で、インスリンの反応とかいうので、例えばこの2人とかはインスリンの反応に出ちゃう。例えば、若松だったら、低血糖起こしやすかったり、これだと夜腹減って寝れないとか、そういうの起こしやすかったりする。で、どっちでどっち側に出やすいか。で、出やすい側じゃなくて、両方やるんだけど、じゃあ出やすい側からやろう。まず、こっちのウィンクが出づらいから、こう。で、左目に出るのがほとんどです。こういうレアキャラ、右目に出るっていうやつもたまに。で、やり方は上顎に舌をつける。で、おっぱい吸うみたいに吸う。どうか奥に入るでしょ、おっぱい吸ってるみたいに。チューっていく。OK、それの状態作ったらこっちのウィンクで、ほっぺたを自分でやるときは自分で押さえちゃっていいけど、
こうやってグッてポカチみたいな形にする。で近づけてた時に大事なのがこの目を内下にする。要は父を口に持ってくる。でもこれ繰り返す。で表情筋にあんまり左右されない、例えばエヘみたいなタイプもこういうのやってると眼底の動きがすごいあと痩せやすくなる。めちゃくちゃ痩せやすくなる。はい、じゃあみんなやろう。どっか座って。はい、そしたら右目を閉じる。そしたらで空いてるガードの手で指を伸ばしてほっぺに触れる。でちょっとあんまり引っ張らせない。触れるぐらい。じゃあ近づけて。近づける方向は右の口の端。そうすると目が内側と下になるでしょ。はい、はい、手を抜けて。はい、3回続けて、下のポジションしっかりしろよ。握力とか腰の重さになるからしっかりと応募しよう。吸鉄反射、ポンパイス。はい。OK、はいよ。ナイス。そしたらそのまま両目で上顎のポジションそのままで。今度ガードして。頬も触らなくていい、頬も触らなくていい。いいよ、近けて。両目で鼻の前ぐらい。寄り目になればいい。寄り目になればいい。離して。OK、今度両目開けて。はい、近づけよし。今度真正面でいいよ。鼻の前ぐらい。近づきすぎて、ちょっとぼやりしすぎない。OK、いいよ。はい。そしたら、フィジカルトレーニングの重要性は把握しきれてる自信は全然ないけど、やっていくことによって自分の中では後々気づけることが多い。堀江さんのトレーニング1回やって、その時では説明とかいろいろあって、そんな感じかぐらいに思ってたのが、その後例えば1週間そのトレーニング空いた時間に自分で繰り返したりシャドウをやったり実際にスパーリングの中で使ったりしてみると、だんだん一つにつながってくる感覚というか、多分1回やっただけじゃ飲み込みが別に早い方でもないからすぐ使えるっていうわけじゃないから、なるべく自分は堀江さんにだいたい土曜日のフィジカルクラスで教わったことをその次の週1週間アップの時間とかでやって、その動きシャドウで確認してみたいにやっていくと吸収がすごい速くなってる感じがする。大事なこと、今の修正をやると何が良くなるのかなって、広角でしょ、横でしょ、三叉神経でしょ。で、大事なのが、こういう肋骨のやつがいいんだよ。肋骨が外に広がっちゃってるやつ、背筋が入って意識全然抜けない。で、こういうやつで交感神経優位になっちゃってて、さっきの片側持ってると動くんだけど、これはちなみに左側が強かったから、結構左の肋骨めくれ上がっちゃってるんだけど、こういうやつって、これができないんだよ。これをここに入れらんねえの。見て。こうなっちゃう。飛び出ちゃった。だからこれ同じじゃん。やってること一緒じゃん。でもこれ飛び出てるの分かる。左に飛び出ちゃった。じゃなくて、これを入れるの、ここに。でも堀さん、入れたらこうなっちゃいますよ。入れたまま右を入れるから力が発揮される。そういう理屈がある。いい？構えた時にこれをここにぶっ刺してくる。これが正解。これは失敗。出ちゃってる。しっかり入れる。で、ケツを前に出しながら右に回してカチャン。OK。だから初めはそれを意識してこれをぶっ刺してやって、初めこっち伸びちゃってるから。ぶっ刺してやってからぶっ刺したままでケツを前に出しながら右。上にチンコが当たるよ。で、左戻した時に絶対これ入れる。で、入れるとこうやって脇腹が抜けてくるのが広背筋弱い。ちゃんと入れてください。はい。OK。どんどん増やしちゃっていい。これとスイング。あと、ゲットアップ。始めていく。で、こっちのチームは向こう側でそれをフリーで行う。で、もう一個はスイングロー。スイングして、この中に入れて、腕沿ってローイングする。で、ローイングした時は、ケツが自分の上の前に出るようにして、腕が沿って。
で堀江さんもそのテーマを作って1時間のクラス結構教えてくれるから、まあその正確には1時間だけじゃなくて、例えばその次の週その次の週もある程度1ヶ月ぐらいで固まったプログラムというかポイントを意識してメニュー作ってくれるから1ヶ月やっていく中でどんどん理解が深まっていって、で堀江さんが組んでくれるテーマを、まあ、試合では考えながらやってる暇ないからもう癖で出るぐらいまで落とし込めるようにする。それはまあ当然自分でやんなきゃいけないことだから、堀江さんにできるのは俺の体を動かすことじゃなくて、俺が体をどう動かしたらいいかポイントはたくさん教えてくれるから、それを落とし込むことは俺の責任だから、そこは自分で考えながらいろいろ試行錯誤しながらやってるところかな。もっと高い姿勢、頭高い姿勢。そう。ちっちゃい子で。あ、こんな感じの服が抜かればいいんだなって感じだと。そう。はい、いいよ、ナイス。オッケー。ナイス。はい、いいよー。勉くなる。そう、やっぱ出ないわ。身長高くしよう。はい、パワーある。そう、背骨になる。上げるときに手がこうやってなって、それは出てる。そういう、さっきのと一緒なんですか。そう。で、三叉神経に関しては、ヘルペスとかであるから、ヘルペス強く出ちゃってる。あ、ちょっと。ナイス。いい声出たね。ございます。こっちの方がまだあ、つる。違う、出てくる。そうだね、神経系の話とかもするし、内臓の働きとか、まあ、それはフィジカルとかいうよりもダイエットの部分か、減量とかの知識のことももちろんたくさん教えてくれるし、サプリのことだったり、あと食事のバランスとかタイミングとかもすごい教えてもらってるから、それでジムの選手全員大怪我みたいのは減ってきた。
例えば試合前だと減量してる中で練習もしなきゃいけないから、結構練習中の集中とかも難しくなってくるし、飯たくさん食ってたら体疲労から回復しやすいけど、減らさなきゃいけないとやっぱそれも難しくて、疲労しやすいとやっぱ怪我にもつながるから、その正しく減量できてれば疲労もなるべくためずにできるし、それこそ痩せやすいし怪我もしにくくなるから、そういうところはすごい助かってるところかな、全員。